都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。やっと会えた。マスターいつかさん、元気だった？いやもう本当にもう元気じゃなかったです、会えなくて。でも元気出ました。ということでですね、格ゲー喫茶ハメジュン、本来の姿で営業再開することができました。そしてマスター、久々に集合したと思ったら何やら見慣れないものがあるんですけど。確かに。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。このアーケード筐体に関係ありそうな2人がご来店。また来ちゃいました。お願いします。お願いします。今夜は1999年の稼働開始以来、今もなおプレイされ続けている人気作ストリートファイター3サードストライクファイトフォーザフューチャーを特集します。2回目のご来店となる大貫選手、90年代から数々のタイトルで活躍、実況にも定評のあるレジェンドプレイヤーです。そして初のご来店となるボス選手、ほぼ全てのキャラを使いこなすほどの豊富な知識を武器に今もなお活躍し続けるトッププレイヤーです。まずは大貫選手、今年の元日スペシャル以来ありがとうございます。またご来店していただいてお願いします。めちゃくちゃ楽しかったからプロデューサーの人に2回目お願いしますって言ったら結構早く呼んでもらえて嬉しいです。本当早いんだよ。早いなと思ってよろしくお願いします。そして初登場のボス選手です。ボスと申します。よろしくお願いします。ボスと申しますって言って上からなのか下からなのか分かんないですよ。もうテンション上がってるよ俺たち。ということでね、今回はいわゆるサードの、お話を聞くわけなんですけれども、まずはねその魅力についてお話しいただきたいと思います。20年経ったゲームなんですけども、20年経ってもゲームが進化し続けているというところにあるかなと思ってまして、新しいテクニックがもう今になって見つかったり、もうここ最近ツイッターでサードのオロのハメが見つかってみんなが湧いて研究をしだしているとか、もういつまで経っても情熱が皆さん薄れていないというところがやっぱりゲームの面白いところにあるかなと思います。20年進化をし続けてる奥深さ、すごいよね。ブロッキングっていうシステムがありまして、それが他のゲームとは違う一番の特徴なんですけど、寝てる相手を起き上がりに攻撃する時っていうのは普通はガードするしかないっていう選択肢しかないんですけど、サードの場合だとブロッキングがあるので起き攻めする方にもリスクがあるっていうのが他のゲームと全然違う特徴的なところかなと思ってます。これが共通のシステムでブロッキングっていうのがあるから、そのなんかきつい組み合わせとかあんじゃん、ザンギとか使ってたら。で他のゲームのきつい組み合わせよりもサードにももちろんきつい組み合わせあるんだけど、終わってる中では終わってないんだよね。格闘ゲーム用語難しいね。わかりやすいなそれ。そしてサードストライクといえば毎年やっぱり 5on5 のチーム戦クーペレーションカップという大きな大会が開催されていて、内外で話題になるんですよ。そうこのクーペのすごいところは、普段サードやってない人もクーペだけは絶対見る。それぐらいのお祭りになってるんですよね。サードの祭典クーペレーションカップ、今年は新型コロナウイルスの影響で中止となりましたが、代わりに無観客での10先イベントが配信され話題となりました。めちゃくちゃ盛り上がりましたね。それは本当になんか熱い組み合わせを多分もうボスとか松田さんが一緒に考えて、でめちゃくちゃ楽しかったです。芝の雰囲気もだんだん無観客だったのがやっぱ寂しいんで、来年はね早くコロナが収束してクーペやりたいなっていう気持ちですね。結構10先イベントっていうことで8個の組み合わせをやったんですけども、やっぱり今までサードを見てない人にも楽しんでもらえるように、もう純粋に職人同士の組み合わせっていうものから、サードのブロッキングをが一番入る組み合わせである電人波動拳対土佐波誠っていう組み合わせとか、結構視聴者を意識した組み合わせを選んで結果すごい盛り上がったかなと。いや本当に面白かったです。そしてその昔から同じゲームで戦ってきたお二人なんですけれども、お互いの印象はいかがですか？初めてお会いした時のこととかって覚えてたりします？今でこそですけど。覚えてますね。ゲームセンターですんげえゲームうまい学ランの高校生がいるなと思ったのがボスでしたね。当時やっぱりこのゲーム古いんで、ボス高校生なんですよ。そうですよね。10年前とかになりますよね。22年前とかなんで、もこのゲームが出た時ってもうすげえうまい高校生いいなと思ったのが印象的ですね。本当学ランでいつもゲーセンにいたっていう。ボスさんその時のこと覚えてますか？
そうですね、もう高校が終わったらそのままゲーセンに毎日行ってたのでよく覚えていますね。でそんな中でやっぱ連勝してる人のところってみんな集まると思うんですけど、常に人だかりができてる場所があって見るといつも抜きさんが座ってるんですよ、その中心に。だからこの人が抜きさんかと思って、最初は憧れてたんですけど、徐々に倒したいなっていう気持ちになって、いい勝負ができるようになってきた頃にちょっと嬉しくなっちゃったなっていうのはありますね。そうなってからの今のお互いの印象っていうのも聞かせていただきたいです。どんなプレイヤーですか？サードを極めた男の一人というか、言ったらやっぱこのゲーム総合的に一番サードがうまいのはボスかなと思ってて、ボスって何使ってもほぼ3本の指に入るっていうのがその人ってなかなかいないんですよね、やっぱり。何でもキャラのこと知り尽くしてるんで、キャラ対策が完璧にできてるんで、何のキャラが来てもボスに任しとけみたいな、チーム組んでみたいなところはマジであります。ユン以外全部やってるとか全然そんなこと言ってこないタイプです。前回あったからな。それ過去に言われたことありますよね。過去に、はい、そういうこともあったんですけど。やっぱりこう格ゲーの神様的存在であるなっていうのが対戦を通じて改めて分かったっていうのがあって、格闘ゲームってその地上戦をやるって思ったら地上戦に意識を100のうち例えば80とか割かなくちゃいけないと思うんですけど、そうすると上を見る意識が 20% になるんですけども、抜きさんは下を100見て上も100見れる男だっていうのが対戦を通して分かるんですね。神様だな、確かに。この人化け物だなっていうのが、神であり尊敬する先輩でありライバルでもあるみたいな印象を抱いてます、ずっと。うわー、いつかちゃんごめん、俺そんな存在じゃなくてごめん、よく対戦するのに。そしてやはりサードといえばアーケードですよね。ゲームセンターの良さについてもちょっと伺ってみたいんですよね。これちょっと僕先に答えていいですか？はい、お願いします。ゲームセンターの良さはですね、相手の感情が伝わってくることだと思うんですよ。そのレバーをさばく音、ボタンを叩く音、両替機に行くときに相手に顔を見られないように遠くの両替機に行くとかあるんですね。あとどっちがやめるのかっていう、もういい勝負をしてたら閉店までにお前帰るの俺帰んないけどみたいな、もうそういうのが全部ダイレクトに伝わってくるのがゲームセンターなんで、直接話をしなくてもそういう所作でコミュニケーションができる、それがゲームセンターの良さだったなってずっと思っています。詰まってる。その通りだと思います。対戦だと負けた側にさ、上にさコンティニューっていうのが出るので、コンティニューが9からスタートするのよ。9から0になるまで、でそれで怒りゲージが分かるの。最初に入れると9だから、こいつ今怒りゲージ9だっていうね。完全に怒ってますって思ってるんだよね。めっちゃやりたいそれ。そう確かにそれは今のオンライン文化にはないよね。ないですよね。昔って今みたいに SNS もないので、みんなで見に行くんですよ。すっげえやついるみたいな。でも誰かも分かんないですよ、顔も知らないんで。この人じゃないとか言って若い頃やっぱそれで盗んだりするんですよ、技を。やっぱりその徐々に見つかっていく感じが良いなっていうのありますよね、ゲームセンターで。噂だけでね、なんか見に行っちゃったりとか。それ言ったら時戸さんが抜きさんを勘違いしてたって話ありましたからね。だからそういうのでもやっぱボスと出会ったりとか、こういうその生涯親友になるような友達と出会うってことがやっぱあるんですよ。今やっぱり僕が付き合ったり親友たちっていうのは結構ゲームセンターだった友達が多くて、最初は名前も知らなくて絶対こいつには負けないみたいな感情で対戦し合ってるのに、いつかなんかそこが仲良くなり一緒にチームを組んで世界大会行くみたいな、やっぱドラマも生まれるんで、そういう意味ではやっぱゲームセンターじゃなきゃそれはなりえないのかな。対戦で負け勝ちをちょっと通り越していつの間にかライバルになってってみたいな人たちがたくさんいるんですね。いますね。あと昔のゲームセンターだと結構閉店までもう勢いでやって終電がなくなったりして、みんなでじゃあもう帰れないし若いんでタクシーとか乗るお金もないのでファミレスに行って朝までゲームの話してまた開店したらゲームセンターに行くみたいな、そういうので友達の友達とかと加わってもう気づけばみんなとりあえず話す仲になっているとか、そういうのはよくありましたね。これ嘘じゃないから。これ嘘じゃないよ。嘘じゃないから。嘘じゃないから。ゲーセンを置き止めするのは格ゲームの基本だから。基本だから。ありました。嘘じゃないから。なんだったら店員さんも俺たちの顔覚えてるから。また来やがるな。ファミレスの店員さんも覚えてるから。ちょっと質問なんですけど、その相手がどんな人なのかってわからないから、なんか声かけづらいというか、最初のなんか声かけたのってどっちからとか、どんな言葉だったのかっていうのを。対戦はやっぱり負けると悔しいので、相手の顔は見たいんですけど見に行ったら負けなので
なんですか。本当に筐体のこの隙間からチラッと目線を見られないように見るとかあるよね、あるよね、2個並んでんだから。どんな顔してんだろうみたいな。目あったりとかしないんですか。そう会う時が一番気まずいです。楽しい。ヒット確認ならぬヒット確認が行われる。で大貫選手、ボス選手は現在もプレーだけではなく実況や解説などでもサードに関わり続けていますけれども、今もこうプレーを続けている理由っていうところを教えてもらえますか？求道者みたいな感じになってまして、もうなんか練習というかもう悟りを開くというか道なんですね。もう道ですね、サードが。ちょっとおこがましいかもしれないですけど、囲碁将棋サードみたいにもう60になっても80になってもいつまでも遊べるゲームであってほしいっていう思いがあって、軽い気持ちで聞いてすみませんでした。襟を正さないと。ちょっと思ったよりすごいの来たな。囲碁将棋サード。囲碁将棋サード。茶道じゃないんだよ。サードなんだよ。囲碁将棋茶道じゃない。囲碁将棋サード。そうです。囲碁将棋サードであってほしいとは僕は思っています。なるほど。そして大貫さん。はい、結構浮気してたんですよ。バーチャファイターやったりとか、カプコン VS SNK2 やったりとかやってたんですけど、結局戻る場所はサードなのかなっていうのがすごいありましたね。本当いろんなゲームやってたんですけど、結局は一番面白いかなって思うゲームがサードですね、僕の中では。あとなんか今のゲームと違う特徴が修正が入らないんで、そうですね、もうそのやり込んだものが30年やり込んだら30年分の力が出るんですよ。これが対空じゃなくなっちゃったとか、そういうのはすごいゲームバランスが良くなったり面白くなることでもあるんですけど、やり込んでたやつからすると、うわーこれ使えなくなったのか、なんかちょっとつまんなくなっちゃったなって感じる人もいるとは思うんで、30年分の力がバッてクーペレーションカップのステージに出るんで、やっぱそれで結構感動する試合が多かったりするのもその要因かなと思います。いやこれ生で聞いちゃったからもうすげえテンション上がっちゃったな。本当になんか感動したんですけど、でもね、伝説をねせっかく目の前にお二人いらっしゃるんだからもう見たいなって思うのが当然ですよね。なのでお二人の対決生で見せてもらってもいいでしょうか？やりますか？やりますか？ということで、ストリートファイター3サードストライクのエキシビションマッチを見ていきたいと思います。と言いつつ対戦台に座っているのは、はい、もうじゅんさんと私です。はい、真打ち登場の前に、まずはサード初心者のいつかと青春をサードに捧げた歌広場淳が対戦。かなり久しぶりで、ちょっと何をすればいいのかわからないんですけど、さっきちょっと大貫さんに必殺技というか教えていただいたので、それがちょっとできたらなと思います。そうっすね。もう本当に俺なんか座ってるだけで泣いちゃいそうなんですけど。これなんか思い出のゲームなんですよね。思い出のゲーム、本当に久しぶりにやるんで、いつかちゃんにこのサードの楽しさをちょっと知ってもらえるような対戦になればいいなと思います。はい。じゃあキャラクター見ていきましょうか。はい、何選ぶんですかね。まずワンピー側がいいですか。まあいつかちゃんはね。いやこうだ。おい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 。来た。ストリートファイター5に11ってキャラクターいるんですけど、それの親戚がこれです。親戚使ってくるサファイアを見せつける歌広場淳 VS いつかヒューゴ、行ってみましょう。さあどうなる。レアキャラ対決ですね。これはなかなかボスさん、この対決は見れない。あんまねクーペとかでもサードでも年一あるかどうかぐらいのそう組み合わせ年一ですね。見れるかなみたいな組み合わせですけど、そうですね。さあなかなかいやさすがね淳さんは当時サードやってのということで、もうブロもしっかり仕込んである。さあいつかちゃんがここで決めたいのは決めた1回転。これ残儀でやり込んでた回がここにも出てくる。やっぱいいですね、格ゲーはね、羽根さん、この他のゲームをやってるも他のゲーム活かせるのがいいですよね。そうなんですよ。格ゲー力がやっぱこの一番初めにサード触った時よりマジで1億倍ぐらい上がってるんで、しかもいつかちゃんブロッキングをいきなり見てから1億倍上がってるんでね。プロもね、ほらブロッキングができちゃいます。ブロッキングがもうそこまでまだ押し。おい、ちょっと待ってある。いつかちゃんいけるのか。ってことは、さあってことはいつかちゃん俺出ました変身。歌広場淳変身しています。いつかヒューゴが先に先生。やばい変身した。さあ変身してゲージを使いました。これね X コピーという技で相手のキャラクターになれるんですよね。ボスさんそうですね。
しかも通常ぞもね削れるようになはいるという、性能が上がって相手のキャラになれるので、はまあかなり強い。さあどうなる。取り返したい歌広場潤。さあいつかちゃんは結構慣れてきた動き、自信を持って歩いてるように見える。地上戦やってますね。やってますね。しっかりと見てからガードも入れながらブロッキングも先ほど出していた。ブロッキング端に持っていくのがうまい。これが残月かいつかうまいぞ逆に投げてるのは歌広場潤。さあ呼ばれてる。怖い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 、2回転しっかりとさあ変身しました。2回目さあ同キャラ戦になった。さあ大慶応なかなか見ない技を打っていくぞ。タッシュバンタッシュバンどうなる。さあいつかイブいけるか。イブさあ歌広中盤が刺さる。飛びがどうなる。あと一発圏内パンチジャックパン。時間が過ぎてたら隙だらけになりますからね。そうなんですよね。そう元に戻っちゃうところは隙だらけですからね。ちょっと危なかったです。さあいい勝負です。歌広は12がいくか。いつか9号このまま。これ2回転が怖すぎる怖すぎる。さあゲージが溜まってるぞ。2回転いけるか。さあ地上にねいる相手にしか投げれないんでなかなかね空中にいる12にはちょっと使いづらい技かもしれませんが。うわーちょっと間合い外だったか。投げてもう一回。これは何なんだ一体。さあこれは何なんですか。いつかちゃん投げです。あー今度はうまく怖い怖い怖い。いつかちゃんストーン減ります減るんです。変身した3回目。鏡大パターンか2回決めていった。勝ったのいつか見事に勝利を果たしたいつかちゃん。はい、ありがとうございまいす。出したい技ちょっと難しかったんですけど、ちょっと出せてよかったですし、本当楽しかった。本当楽しい。いやもうどうですか。令和の3年にはいこんな可愛い女の子がサードやって本当楽しいって言うんですよ。対空しゃがみ鏡マンチはかなり面白かったですね。あれよかったですね。渋かったっすね。やっぱ残月使いは怖いね。いつかちゃんちょっとまたやろうね。絶対やりましょう。ありがとうございましたありがとうございました。2試合選手制で対戦していただきます。大貫選手 VS ボス選手。さあオープニングアクトも無事終わりましていよいよ真打ちの登場でございます。はい現役最強だって言われてるボスを倒して俺が現役最強に戻りたいと思います。よろしくお願いします。ああいいですね。ありがとうございます。まあ負ける要素はたくさんあるんですけども勝ちたいと思います。負ける要素があるんですね。前向きなのか後ろ向きなのか。このエキシビションマッチは2試合選手となっております。チュンリー抜きチュンリー対ボスユン。もうこれあれですよね。サードといえばですよね。チュンリーユンといえばこの組み合わせははい。チュンリーというキャラクターもユンもスーパーアーツが非常に強力です。幻影人何回見れるかな。はい。まずここで1つ目のゲージ。ボスのユンがゲージを発動して分身の富攻め立てて崩れるとコンボが決まります。さあ画面足後ろに回る形で雷撃、そしてしゃがみブロッキングを狙ったパチューキックから削るような形で倒し切っていきました。まずはボスチュンリーはね砲翼線がないとちょっとあるとないのでは大違いだから。開幕ゲージ、はい2回目の幻影人。そして雷撃から着地して下段で崩す。抜きは守り切りました。ここはグラップ投げを抜ける。いつかちゃんゲここでージの長さが違うでしょ。確かに。技の強さによってゲージ使えるまでの長さが違うんですよ。幻影人は強いのにほらもう3回目。 3回目のゲージですが雷撃をブロって投げるという動きを見せた抜き、そしてゲージが1本が溜まっております。こうなれば中足確認砲力戦と非常に強力なコンボは可能ですが、おっとなんで裏に回っているが、しかしここは投げているのはボス。着地から EX 雷撃めくる形。まずはボス非常に速い展開でした。しかも雷撃の着地を投げるっていう動きに対してしっかりあれでね返していったっていうのもありましたよね。さあ2試合目このままボスが決めるのか、それとも抜きがうまくこのボスの動きに対応していくのか。そしていつかちゃんこの
ゲームはですね、技を空振りしてもゲージが溜まっていきますので、なるほど、だから回数をするんですよ、シュッシュッシュッつって、そして溜まったゲージでこのように崩していくというのがこのユンの非常に強力な動き。やめ足に持ち込んでブロッキングを誘う動きからまたしても後ろに回る。そろそろ抜きのゲージが溜まった。しかしボスはまたそうですね、ゲンエージン、とにかく強力なこのスーパーツ。やめ足に運んでどこまで減る？かなりのヘリいくか？倒しきりました。これでボスリーチ。大抜きどうする？後がありません。画面足、しかし投げているのはボス。コンボを決めて雷撃、そしてゲンエージン崩していく。ゲンエージンが耐えられるか？私もコマンド投げ。でも傷浅い。大抜きどうする？8パンチ、空中にいる。そしてすぐさまゲージ、溜まったゲージを回していきます。移動から見事掴んで、よし当たるか？ゲージはどうする？投げている、移動投げ。ゲージがあるぞ。ブロッキング、そしてゲージン、さあどうする？大きい、絶対ですね、崩れてしまう。さあ削ったボス、圧倒しました。ゲーセンだから思わず立ち上がっちゃうっていうね。エキシビションマッチ勝者ボス、おめでとうございます。いやめちゃくちゃ緊張しましたね。本当にもう闘撃決勝のような緊張感でしたけども、いやもう勝てて本当にめちゃくちゃ嬉しいです。ボスのプレッシャー半端ねえなって久々にちょっと感じたのと、格撃さハメジュン勝てねえなと思いました。これちょっとね、次ちょっと勝てそうな人とまた一緒に勝たせてもらいたいな。あの大抜きシーンをもってしても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ本日も閉店のお時間となりました。いつかちゃんいかがだったでしょうか？実機での試合を見たのが初めてだったんで、すごくなんか新鮮でしたし、すっごく楽しかったので、もうなんかゲームセンターの時代になんかちょっと知らなかったのがちょっと残念でなりませんでした。楽しかったです。ありがとうございました。青春の思い出の1ページが蘇った一日だったんで、もう超楽しかったですね。はい、また定期的にこういう機会設けていただきたいなと、その際にはぜひまたぬきさん、今度はもう一人ちょっと勝てる相手連れてきてください。はい、楽しかったです。はい。2回目出演させていただいてめちゃくちゃ面白くて、やっぱこの空気、この喫茶店の空気大好きで、第3回目も来たいなと思ったのと、あとやっぱ毎年今年も最初の冒頭で話し合ったようにコロナの影響でクーペレーションカップっていうのがなかったんですけど、ぜひいつかちゃんとかもよかったらね、来年の正月参加してもらえたら嬉しいなと思いました。本日ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。古いゲームセンター時代の話とかできて、昔思い出して面白かったんで、じゃあこの後ちょっとファミレス行って続きやりましょうか。いい気分になっちゃいました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お客様は大貫選手とボス選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回は特別編、奥村真美さん、そして私桐谷町長をゲストに格ゲー女子会スペシャルをお送りします。お楽しみに。